ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回はいわゆる世界観的なものの設定よ。ほう、世界観。そうよ。先行のハサウェイではちらっと語られただけの単語なのだけど、ニュータイプって何って話をしていこうと思うわ。そういえば、劇中でもなんかギリが言ってたんだぜ。そしてハサウェイが、そんなのはいないよって返してたわね。そんなわけで、前半戦はニュータイプとは、というふわっと解説。そして後半戦に、おそらくこれがニュータイプだ、という私の現時点での結論を話していくわね。さて、そんなわけで前半戦、ニュータイプとはふわっと解説なのだけど、マリサはニュータイプと聞いて、何をイメージするかしら？人の革新とか、宇宙に適応した人類って感じか？あとは戦争をしなくて良い人類とか。大体そんな感じよね。というのも、実は劇中でも、ニュータイプの定義は曖昧ってなってるのよ。ニュータイプとは戦争などしなくて良い人類のこと、っていう人もいれば、モビルスーツに関してのスペシャリストだっていう人もいたり、かと思えば、死後の世界の超パワーにアクセスしてそれを引き出せる人だっていう設定の作品があったり。ちなみに原作者の富野義行監督は、ニュータイプとは隣人を大切にできる人とか、精神的な共感だけじゃなくて肉体的な体感を持つことって言ってるわ。肉体的な体感？神に世界やら超常的な精神パワーとかじゃなくて、生身の体をしっかりと持って生きてくことだと私は解釈したわ。まあ一個人の解釈でしかないから、そんなの無視しちゃって良いんだけどもね。ガンダムではよくあることなのよ。映像化したら公式って話ちらほら聞くけども、一年戦争の時代を書いた作品、機動戦士ガンダムサンダーボルトは、アニメ化されてるし、宇宙世紀だし、一年戦争だけど、パラレル、という扱いになってるわ。なので、今後突然あれやそれやがパラレルになる可能性は常に残されてるのよ。そうなのか。そうよ。映像化はされてないけど、ユニコーンガンダムが世に出る何年も前に、成長したミネバラオザビがヒロインのガンダムだってあったわ。オードリーではないけど、偽名を使っていたし、それから、まあガチのネタバレになっちゃうけども、だいぶ古い作品だから許してほしいのだけども、ネオジオンも、レオルーラも出てきたし、さらにはラスボス機がグランジオングで、パイロットは強化人間で、そのグランジオングは、ファンネルを無効化したりとある種の武器無効化システムも搭載していたわ。なんかどこかで聞いたような設定なんだぜ。まあこの辺は多分、ガチ勢のファンなら割と誰でも思いついた設定なのかもしれないわね。でもねミネバの家臣たちの演出がとても良くてね最後の最後で、家臣の一人がミネバに対して、あなたは影武者の一人ですってぶちまけるのよ。だと。でもね、その家臣が死に際にね、部下から問い詰められるの。我々は偽物のために戦っていたんですか？そりゃそうなるんだぜ。そこがたまらないのよ。家臣はね、誰が偽物のために命を懸けるものかって言いながら死んでいくのよ。本物だったのよ。本物だったけど、あなたは偽物だから自由に生きなさいって言ってミネバを解放したのよ。いやほんと、良い物語だったわ。ちなみに、機動戦士ガンダムムーンクライシスって作品よ。この人の作品で、ほぼ完全な AI を搭載した自立するガンダムタイプとか、アンチファンネルシステムとか、ガンダムオタクが考える、これひょっとしてあるんじゃね？艦の兵装やらが結構登場してるので、私割と好きなのよね。で、ニュータイプは？話がそれてしまったわね。とりあえず、ニュータイプの雑な解説をまとめると、劇中で言われてるのは、ニュータイプとは、人の革新である。戦争をしなくて良い人類のことである。モビルスーツ戦に関してのスペシャリストである。みたいな感じかしらね。全然わからないんだぜ。そうよね。もう少し言うと、人の感情が少し読めるって感じかしら？というと？私がカツ丼食べたいなって思ってると、ニュータイプのマリサは、今こいつカツ丼のこと考えていたな。ってわかっちゃう感じかしら？すごいのか？日常だと何の役にも立たないんじゃないかしら。でも、モビルスーツ戦みたいな、生きるか死ぬかの戦いだと、敵が攻撃しようとしてる場所が分かって、敵が避けようとしている方向がわかる感じよね。なので、敵が攻撃してくる前に回避して、敵が避けた先に攻撃をするってことが可能なのよ。そりゃ、強いんだぜ。だから、ニュータイプは相手の考えていることがわかるから、誤解なく分かり合える人々、なんて言われて、それが拡大解釈されると、人類全体がニュータイプになれば争いはなくなるみたいな説が出てきたりしたのかなとか思ったりなんだけど、これはねとあるすごいニュータイプさんと、別のニュータイプさんが戦場で偶然実践して、これダメだわって証明しちゃったんだけどね。何があったんだ？いやもう単純よ。誤解なく分かり合ったのよ。
争いは止まったのか？いいえ。お前ふざけんじゃねえぶっ殺すぞってなったわ。まあ、考えてみれば当然よね。普段の仕事とか、人間関係を想像してみてほしいんだけど。常に、本音で生きてる？これお土産です、どうぞ。って同僚に渡されたものが実は嫌いなものだった場合、あなたはどうする？そりゃ、無限にはできないんだぜ。で、どうするの？うわぁ、ありがとうございます。って言うんだぜ。そうね。私もそうするわ。でもニュータイプだと、わかっちゃうのよ。迷惑に思われてる。でもこれがね、善人同士ならまあちょっとギクシャクして居心地悪くなるくらいで済むとは思うのよ。ギクシャクして居心地悪くなるだけでも嫌なんだぜ。そうね。でも相手が悪人だったら？人としては悪じゃなくても、真面目にその人を救おうとしてたとしても、相手のことを理解した上で、それでも知るかって襲ってくる奴は現実でもちらほらいるわよね。悪質なストーカーなんて、はっきり迷惑だと意思を示しても、無視して突撃してくるでしょ？それならこの手の人たちは、仮にニュータイプとして相手が本当に迷惑に感じていると理解しても、彼女はそう思い込まされているんだとして襲ってくるわ。つまり、正しく理解した後に、それを否定してしまう人たちはいるのよ。正しく理解すれば、争いはなくなるなんてのは全くのまやかしなのよ。実際、ハサウェイの初恋の子、クエスパラヤは、ニュータイプとしてはとんでもない上積みのレベルの子だったのよ。だけど、戦場に溢れるいろんな感情を感知しすぎてしまったり、巧みに騙そうとする悪い大人に利用されたりして、結果的に、自分の中の理想と、大きな感情に振り回されてね。だけど、最後の最後でハサウェイの説得で揺れ動いたところを、ハサウェイをかばって、死んでいったわ。クエス、良い子ではあったのよ。感じたままの人の感情と、勝手に大きくしたシャアやニュータイプへの理想に押しつぶされちゃっただけなのよ。そんなわけで、もうニュータイプに残されたものは何かといえば、モビルスーツ戦のスペシャリスト、ってことだけだったのよね。さて、そんなわけで次は後半戦よ。私の思うニュータイプとはおそらくはこうだろう、という考察なのだけども。これはね、私誰かに言われたわけでもなく、受け売りでもなく、本当に自分で考えて、結論を出して、これだってなった瞬間、同じ結論に達していた作品あったわ。となったものではあるのだけども。ズバリ、ニュータイプとは何か。という私の結論は、そんなものいないわ、全部嘘よ、ってことだったのよ。正確に言うと、アムロやハサウェイ、クエスもろもろの、ニュータイプと呼ばれてる人たちは、ただの超能力者、エスパー、サイキッカーであって、人の革新ではないし、ニュータイプでもないってことなのよ。例えばだけど、スプーン曲げができたら、その人は進化した人類になるのかしら？いや、ならないと思うんだぜ。そうね、ただの超能力者だったりエスパーだったり、あるいはマジシャンよね。さて、まずニュータイプの定義を知るために、順を追って説明するわね。特に参考になったのはこの本よ。富野義行監督が書いた、アムロとララー密会という小説なのだけど、これはファーストガンダムの一年戦争の戦いを、ひたすらアムロとララーに焦点を当てた作品なのよね。だから、ニュータイプとは何ぞや、にかなり深く入り込んでて、それでいてまあ、アムロは SM 好きだったりとか、ララーがどこでシャアに拾われたかとか、SM、マジかって思う設定がふんだんにあったりするわ。あと、ザビ家側の描写もあって、ジオン大君を暗殺したのは疑惑じゃなくて確定ってなってるのが特徴でもあるわね。他にも、どうやらギレンは戦争に勝ったらジオン公国の名前をギレン公国にしようとしてるとか、新しい発見すごいあるのでおすすめしたいわね。まあというわけで、ニュータイプとはを解説していくと、まず最初に、ジオンズム大君という人が、ニュータイプという存在を世に提唱したのだけど、基本的にこのニュータイプって、宇宙に出た新しい人々のことを指してるのよね。つまり、次のステップに人類は来ましたよ程度のものなのよ。もちろん、宇宙に出れば脳の新しい部分を使うとかそういう意味も含まれてたのだけども、ここで大切なのは、いつどこで言ったかなのよ。というと？まず第一に、これは先行のハサウェイで大問題になってる根っこの部分なのだけど、無理やり宇宙に上げさせられた人々が大勢いたってことね。そして一部の特権階級を持った人たちが地球に残れた感じかしら。もちろん、夢や希望を持った開拓者たちもいたはずだけども、そうでない人たちもいたって話よね。でもね、その地球から一番遠いコロニーに住んだ人たちは、最初に持っていたいろんな希望も、やっぱり疲れ果ててきて、コロニーへの移住費用として請求された莫大な借金とか、特権階級やら、機民政策やら、いろんなもので絶望しつつあったのだと私は思うわ。だから、思惑はいろいろあれど、ジオン大君は言ったのよ。みんな気にすんな。大丈夫。俺たち宇宙に出た新人類だから。ニュータイプだから。前向いていこう。みたいな感じに。つまり、ニュータイプというのは、みんなで一致団結して前を向いて歩くための、合言葉なのよ。
多分、世界を探せばそれぞれの国に似たようなものはあるんじゃないかしら？日本の場合だと、多分大和魂かしらね。ああ。大和魂を見せてやれ、一致団結。頑張ろう。みたいな感じだったのが、あれ？なんか冷戦で米軍機を20機とか30機とか40機とか落としてる人がいる。ってなって、ひょっとしてあれが大和魂なの？あの人が大和魂の持ち主なの？大和魂を持てば冷戦で米軍機を100機とか落とせるの？ってなっちゃった感じかしら。そしたら相手側も、実際に被害すごい出ててピンチだから、本当にそんなヤバいのいるの？嘘でしょって探し回ってたら、本当にいたわ。ってなっちゃった感じかしらね。でも本当は違うの。その人たちはただの超能力者で、モビルスーツ戦のスペシャリストで、エスパーでサイキッカーだけども、人の革新ではないしニュータイプでもないの。ただの天才で、ただの超人で、その理由付けとして偶然あった別の意味の言葉が採用されちゃっただけなのよ。だから私の、ニュータイプって何の答えは、先行のハサウェイの劇中で語られていた通り、そんなのはいないよ、が正解なのよ。そして、じゃあアムロは？クエスは？ハサウェイは？という問いへの答えは、ただの超能力者よ、が答えなんだと思うわ。さて、今回は以上かしらね。ただの超能力者か。そんなわけで、私は私よりも先にこの結論にたどり着いたガンダム X をおすすめしたいのだけども、ストーリーだけを見れば、面白いとは思うのだけども、多分、退屈で、見てられないかもしれないだろうなという恐怖の方が勝っているわ。ストーリーは面白いんじゃなかったのか？違うのよマリサ。ストーリーが面白いのと、退屈せずワクワクして見られるのとは別の話なのよ。これが漫画や小説なら、読み飛ばす、さっと読むなんてことができるのだけども、アニメだと、読み飛ばせないのよ。退屈だなぁと感じた時間がそのまま20分とか過ぎてしまうのよ。おそらく、これと同じ問題を抱えているのがガンダム AGE かなとは思うのだけども、つまり、ストーリーが面白くても演出とテンポが悪いと退屈な作品とされてしまうのよ。そしてそれについては私、異論ないのよ。悔しいのだけども。だから私は、こういう時こそ G ジェネをおすすめしたいのだけども、ガンダム X と、ついでにガンダム AGE のシナリオが参戦してる G ジェネがもう10年近く出てないのよ。そして動画作りが長引いてしまったせいで、もう今日からすでに先行のハサウェイが配信されちゃってるから、ガンダム X やガンダム AGE なんかに構っている時間はないわ。手のひらくるっくるなんだぜ。そんなわけで、今回の動画はここまでよ。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。